給与明細からついに謎の項目が引かれ始めます。独身税という言葉を最近よく耳にしますよね。結論から言うと、日本に独身の人だけが払う税金というものは存在しません。しかしなぜこれほど話題になっているのか、その背景には2026年から始まる新しい制度があります。ポイントを整理して解説します。1、独身税の正体は、ネットや SNS で独身税と呼ばれているのは、正しくは子ども子育て支援金制度のことです。いつから？ 2026 年4月から徴収が始まります。2026年4月分の保険料、つまり5月支給の給与から引かれ始める人が多いでしょう。どうやって払う？新しい税金を作るのではなく、今払っている公的医療保険健康保険に上乗せされる形で徴収されます。誰が払う？独身者だけでなく、会社員、自営業、公務員、さらには高齢者まで、医療保険に加入しているほぼ全員が対象です。2、なぜ独身税と呼ばれるのか。この制度は、集めたお金を児童手当の拡充や妊婦への支援などに充てるためのものです。そのため、独身者や子供がいない世帯は、お金を払うだけで、恩恵給付を受けられないという不公平感から、揶揄する意味で独身税という俗称が広まりました。3、負担額はいくらくらい？政府の試算2024年時点によると、年収300万円に対して600円です。2026年の開始当初は、その3分の2程度の額からスタートします。4、世界には本当に独身税があった。歴史を振り返ると、実際に導入していた国もあります。ブルガリア1968年1989年少子化対策として、独身者に収入の510% を課税。しかし、出生率は逆に低下するという結果に終わりました。その他古代ローマや、かつてのソ連、ルーマニアなどでも人口増加を目的に独身者への課税が行われた記録があります。現在の日本では直接的な独身税はないものの、配偶者控除などが受けられない独身者は既婚者に比べて実質的な税負担が重いという側面もあります。そこに今回の支援金額を割るため、独身の方にとってはより敏感な話題になっていると言えます。5、税収の規模。政府はこの制度によって年間約1兆円2028年度以降の財源を確保することを目指しています。2026年度約6000億円からスタート。2027年度約8000億円。2028年度約1兆円満額徴収額は医療保険の加入者数や年収によって変動しますが、1人当たり平均月額450円程度2028年度時点になると試算されています。6、使い道の具体例。集められたお金は、主に以下の3つの柱に充てられます。経済的支援の拡充、児童手当所得制限の撤廃、対象を高校生まで延長、第3子以降の増額、出産育児一時金50万円への引き上げ、サービスの拡充、子供誰でも通園制度やの就労に関わらず、未就園児を預けられる制度の創設、病児保育学童保育受け皿の拡大、共働きども育ての推進、育休手当の増額。両親が育休を取った場合、手取りが実質10割になるよう給付率をアップ。追加情報妊娠出産時の計10万円給付や2歳未満の時短勤務への 10% 給付などは、2025年4月から先行実施されています。7、期待する効果。政府が掲げている最大の狙いは少子化傾向の反転です。将来の担い手確保子どもが増えることで、将来の年金や医療制度の支え種を維持し、社会全体の持続可能性を高める。経済の活性化。子育て世帯の可処分所得を増やすことで消費を促す。格差の是正親の経済状況に関わらず、すべての子どもが十分な支援を受けられる環境を作る。8、主な反論と問題点。この制度が独身税と揶揄される背景には、いくつかの根深い問題があります。実質的な増税である政府は歳出改革により実質的な負担は増えないと説明していますが、実際の手取り額は減るため、国民からは言葉のすり替えだという批判が根強いです。不公平感。給付と負担のアンバランス。独身者や子供がいない世帯、すでに子育てを終えた世帯にとっては、負担だけが増えて、直接的な恩恵が一切ないことが不満の源泉となっています。少子化対策としての疑問。独身者の手取りを減らすことは、むしろ婚姻率を下げ、少子化を加速させるのではないかという指摘があります。保険料への上乗せという手法。本来、医療のための保険料を子育て支援という別目的の財源に使うことに対し、憲法や制度の趣旨に反するという批判があります。9、炎上の経緯。独身税という言葉が、一地方のアイデアから国家的な炎上ワードへと進化していった過程を時系列にまとめました。最初のきっかけに2017年地方の本音が漏れる。発言者、石川県加北市ママタの参加女性。コメント、結婚して子育てすると生活が苦しくなる。独身者に負担をお願いできないか。独身税。背景、財務省司計官との意見交換会での1コマ。切実な子育て世代の本音が独身者への課税という形を借りてメディアに報じられました。炎上。1万2017年財務省の含みを持たせた回答。発言者、財務省の司計官。コメント、独身税について議論はあるが、なかなか進まない。反応、この回答が財務省が検討を開始したと拡大解釈され、ネット上が追われ、独身は罪なのかと激しい拒絶反応が起きました。反論言い訳。2023年政府が支援金と名付け直す。発言者、岸田文雄、首相当時。コメント、少子化対策は全世代が受益者であり、
みんなでは立ち会うものだ。狙い独身税という批判を避けるため、社会全体の支え合いというオブラートに包んだ名称子ども子育て支援金で制度を発表しました。炎上2万2024年具体的な徴収額がバレる。発言者加藤勝信元官房長官当時ら。コメント。1人当たりの負担は平均で月500円弱になる。反応当初はワンコイン程度と低く見せていましたが、後に年収1000万円なら月1600円と試算がどんどん上がる実態が判明。実質的な増税じゃないかと批判が再燃しました。言い訳2万2024年伝説の実質負担ゼロ発言。発言者岸田文雄首相当時。コメント。歳出改革などにより実質的な国民負担は生じない。背景。賃上げや他の予算カットで相殺されるから増税ではないという理屈。しかし財布から引かれる金額は増えるため、詭弁だ言葉のすり替えと野党から猛攻撃を受けました。大炎上2025年担当省のことばかりのような反論。発言者三原純子子ども政策担当省。コメント。独身税という言葉は独身の方だけに負担を強いることを想起させる正しくない言葉遣いだ。反応制度の内容ではなく言葉の定義を否定したことで国民の不公平感を無視している現に独身者は損をするのに言い方だけ直せというのかと火に油を注ぐ最大級の炎上を招きました。言葉の定義を正すよりも現役世代の手取りを増やす政策を優先すべきだという世論です。まとめなぜ大炎上し続けているのか。政府がこれはみんなのためだときれいごと言い訳を言えば言うほど負担だけが確定している独身者側からはそれが嘘や押し付けに聞こえてしまうという渦まらない溝が浮き彫りになっています。私たちはこの引かれたお金がどう使われるかしっかり監視していく必要がありますね。この情報が役に立ったと思ったらいいねやチャンネル登録をお願いいたします。